つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。青磯目をはじめ、ゴカイやイワイソメといった虫餌は多くの釣り物に使われる欠かせない餌です。これらが釣り具店などで入手できるようになったのは餌問屋の存在によるところが大きいです。採取や流通の面とともに虫餌の歴史を見ていきましょう。本日の結論です。虫餌は釣り文化を支える。本日の目次です。虫餌を扱う餌問屋。昭和初期から続く餌問屋。虫餌の採取法。投げ釣りブームの到来。釣りに革命を起こした青磯目。韓国から中国へ。餌島商店の今。虫餌の今後。それでは順に見ていきましょう。虫餌を扱う餌問屋。釣りに使われる餌には様々なものがあり、その種類は時代とともに変化し続けてきました。1970年代あたりにオキアミが登場すると、これを使った釣りが脚光を浴びるようになりますが、それ以前、特にハゼやスズキ、ボラ、アオギス、フナなどを狙う江戸前の釣りでは、ゴカイをはじめとした虫餌が中心的存在でした。現在も青磯目をはじめとした虫餌は欠かせない存在です。投げ釣りはもとより、ちょい投げ、浮き釣りと海の岸釣りを中心に虫餌なくしては成り立たない釣り物は数多いです。これらの虫餌を釣り人に提供し続けているのが餌問屋です。ここでは虫餌の変遷とその理由とともに虫餌供給の要である餌問屋の歴史を紹介していきます。昭和初期から続く餌問屋。現在、東京都内にある主要な餌問屋は2軒。一つが江戸川区西葛西にある1980年創業の釣り房商店。そしてもう1軒が創業から80年以上の歴史を持つ餌島商店です。餌島商店の歴史は昭和初期に初代社長島田喜太郎氏が餌問屋として独立したことから始まります。当時、餌問屋が扱っていた主な虫餌は、ゴカイ、水ゴカイ、イトメバチ、潮目、砂磯目、チロリ、フクロイソメ、ミノムシ、スゴカイ、スゴカイイソメ、赤餌、ボッタ、イトミミズの仲間、赤虫、赤ボウフラ、ミミズ。もちろんそのすべては国内産でした。2代目である竹春氏は、著書、釣り餌家業に自らが体験した餌問屋の苦労や餌島商店の歴史を記しています。竹春氏が餌と関わったのは子供の自分からで、高等小学校を卒業するとすぐに本格的に店の手伝いを始めました。店では小学校を卒業して奉公に出てきた子供や地元の働き手など専門に餌を掘る掘り子さんを数人抱えていて、彼らと一緒にお得意さんや釣り人たちが求める旬の餌を求めて連日のように餌掘りに出かけていたといいます。餌掘りは地元の小松川付近から遠くは羽田まで遠征することもあったそうです。近場の時にはマグワとかオカモチなどの道具を天秤棒で担いでいきます。小さな船に引っ掛けモーターという船外機をつけて出かけていました。マグワというのは農具のようなもので、餌の種類や掘り方によって形状は違いますが、一尺3寸くらいの3本から4本の刃が柄についていて、それで餌を掘るのです。オカモチは丸い桶に取っ手がついていて、餌を入れる穴のある蓋を組み合わせた道具で、桶屋に特別注文していました。日本経済が混乱を極めた昭和初期、第一次世界大戦の終結によって輸出が減少して世界恐慌に陥り、昭和2年1927年にはいわゆる昭和金融恐慌が発生します。さらに昭和12年1937年に勃発した日中戦争によって日本は戦時体制に移行し始めました。当然現在のように物があふれる豊かな時代ではありません。そんな中、ずっしりと重い道具を抱えて水の中に入り、時には胸まで浸かってただひたすらに虫餌を掘る毎日。川辺には子供の背丈ほどもある足が生い茂り、見通しが利きません。
泥地に足を取られながらの作業は並大抵のものではありませんでした。取る虫餌は時期や釣り物によって様々です。今では伝説となってしまった青ギスの脚立釣りに必要不可欠だった砂磯目をはじめ、生後、復古、うなぎ釣りに重宝された糸目、ボラ釣りに珍重されたバチ、海津やスズキ釣りで支持されていた袋磯目、さらには船釣りの主力であったボッタや赤虫などを季節、釣り物に合わせて一年中掘っていました。この餌掘りは昭和40年代、1965年まで続いていました。当時の様子は夏場、ズボンを切った半ズボンに直旅を履いて上は裸。重い道具で水底をかいて虫餌を掘ります。昔の餌屋は皆筋骨隆々だったようです。非常に体力のいる大変な仕事でしたが、その分お金にもなったようです。チロリ、俗に言う砂磯目がよく売れ、チロリはキスのお客さんにものすごく売れた餌でした。休日になるとお客さんが目の前にずらりと並んでいたようです。おちょこのような小さな入れ物1杯で500円くらいほどでした。虫餌の採取法。当時の5階の掘り方には手掘り、かき上げ、抱き掘りがありました。一般的な掘り方は手掘りで、マグワでヘドロを起こしてそこにいる5階を取ります。掘り起こしてすぐに採取しないとたちまち潜られてしまうため、腕の良し悪しが明確に現れたといいます。かき上げは船からマグワで泥をかき上げてそこから5階を拾う方法であって、3人1組で行うのが一般的でした。一すくいで一つかみ程度の5階が取れたといいます。抱き掘りはかき上げ同様3人1組で行う方法です。1人が川の中に入って潜り、マグワで川底を泥ごとすくい上げ、台所の流しのような作りの特製の台に乗せ、残りの2人が5階をより分けます。この抱き掘りは江佐島商店ならではの採取法で大いに成果があったといいます。糸目は5階よりも細長く赤色をしている虫です。11月になると大潮の夜に脱皮して水面に浮かび出し、これをバチと呼びます。ちなみに現在でも東京湾で晩秋から春にバチが見られますが、春のバチは大和川ゴカイをはじめとしたゴカイの仲間です。糸目はゴカイと同じような泥底にいますが、掘り方はゴカイのそれとはまるで違います。一歩、二歩と静かに歩みを進めながら、糸目のいる目、糸目が住む泥の穴を探し、発見したら即座にマグワを入れて掘り起こします。糸目は誰でも掘れるものではなく、目の脇目やマグワの使い方など非常にコツを要するものであったといいます。一方、バチは目の細かいバチ玉と呼ばれる特製の玉編みですくって取っていました。バチはいつ抜けるのかは勘に頼るしかありません。取れない時には日頃1号10円のものが100円にまで釣り上がることも珍しくなく、暗夜にバチを探しに行くことも往々にしてあったといいます。袋磯目は黒鯛釣りだけでなくスズキ釣りにも重宝され、予約注文の多い餌でした。袋磯目の採取には特殊な技術が必要で、専門の掘り子さんがいたといいます。袋磯目のいるところを見定めて、隙に足をかけて踏ん張り、砂を起こして、すのこが敷いてある特製の台に入れるすき掘りと、マグワで砂をほじり、それをこじって持ち上げるようにして掘るマグワ掘りという方法で採取されていました。マグワ掘りは初代の鬼太郎氏のみが行っていたものであり、誰も真似することができない専売特許とも言うべき掘り方であったといいます。砂磯目はかつて釣り人を夢中にさせた青ギスの脚立釣りでなくてはならない虫餌として扱われていました。砂磯目の目があるところをマグワで使って次々と掘り起こしていくのですが、砂磯目はまっすぐ砂の中に潜っているわけではなく、斜めに入っていることが多いため、それを見極めながら一匹ずつ引っ張り出していきます。逆方向に引っ張ってしまうとちぎれてしまうため、長年のテクニックと勘が必要とされたといいます。ボッタは戦前における船釣りの主力餌であり、主に釣り堀に卸していたといいます。
田植えで用いる底の浅い田船を川に浮かべて取る方法と、胴長を吐いて川に使って取る方法の2つあり、除蓮式の玉網を使って泥ごとすくい上げます。そしてそれをざるに入れてゆすいで泥を落とし、生けすに入れます。赤虫は主に船のノズリに使われていました。胴長を吐いて自分の背丈よりも低いくらいの竹に幅1センチメートル半程度の時計のゼンマイを2センチメートルから3センチメートル間隔で輪にして取り付けた手作りの道具を用いて泥をひっかいて採取していたといいます。投げ釣りブームの到来。太平洋戦争が引き金となり、昭和16年、1941年から第二次世界大戦に参戦するようになると、日本社会には徐々に暗い影が落とされていきます。女性のアクセサリーまでが軍のために挑発を受けるほどの動乱期へ突入し、一切の趣味スポーツはご法度とされました。しかし戦時下にあってもタンパク質資源確保のために唯一釣りだけは許されており、餌の需要はあったといいます。昭和20年、1945年の第二次世界大戦敗戦により、荒廃した国土の中から経済復興の第一歩を踏み出さなければならなかった日本に活路を与えてくれたのが、昭和25年、1950年に勃発した朝鮮戦争でした。戦争の特需により、次第に世の中は活気を取り戻し、経済も戦前の水準までに復興。高度経済成長が始まりました。そんな中で釣り具も格段の進歩を遂げます。グラスロッドが開発され、スピニングリールとナイロンラインが登場。竹の投げ竿に木製リールやオリムピック前身の上野製作所、横転リールが使われていた従来の手投げ釣りに大きな革命が起きたのです。昭和30年代、1955年に入ると、オリムピックが93型という投げ釣り専用の大型スピニングリールをリリースしました。アウトスプールの国産投げ釣り専用リールの登場は、業界に大きな衝撃をもたらしました。時を同じくして、アマゾン、キューバ、ホノルルなどの名前がついたグラス製ロッドが世に送り出され、この組み合わせが投げ釣りファンのステータスとなりました。これらにクーラーボックスを加えて三種の神器と呼ばれ、第一次投げ釣りブームというべき黄金時代を迎えたのです。そしてこのブームを支えたのは釣り餌の存在でした。グラスロッドとスピニングリールによって遠投が可能となり、より広範囲に釣れるようになりました。しかもスポーティーな釣りです。ルアーは別として、何の釣りでも餌がなくては魚は釣れません。投げ釣りでも思い切り投げてもちぎれない丈夫な餌がなければ成り立ちません。そこで投げ釣り用の餌として、まず赤餌が出回ったのです。誤解では投げればちぎれてすっ飛んでしまいます。当時投げ釣りに最も適当なものとして赤餌が重宝されたのです。この餌がなければ投げ釣りはできないし、グラスロッドもスピニングリールも売れなかったかもしれません。赤餌とは磯目の一種で、赤とも呼ばれていたそうです。誤解は身が弱いため、投げ釣り用の餌として、まず丈夫な赤餌が出回りました。しかし、工業用地確保などのために、各地で盛んに海面の埋め立てが行われたことにより、多くの干潟が消失。そこに建てられた新鋭工場やコンビナートが日本の高度成長の牽引者となったことは確かですが、その一方で虫餌を掘る場所が減少したのはもちろん、虫餌そのものが生息する環境も失われていきました。ここから江佐島商店は窮地に立たされることとなります。投げ釣り人気が高まり、虫餌の需要が高まる反面、供給が間に合わなくなってしまったのです。釣りに革命を起こした青磯目。投げ釣り用の虫餌を求める竹原市の前に現れたのが韓国からの輸入餌でした。ある時、ある人から韓国に面白い餌があるけどどうですかと紹介があったため、それじゃあサンプルを送ってくれと頼むと日本の餌が送られてきました。ところが届いたものはひどく傷んでおり、全く使い物にならないものでした。
しかし、その餌をよくよく調べてみると、色は青みがかっていて、何よりも身が硬い竹春氏の心に一筋の光が差しました。これなら遠投時の衝撃にも耐えられるのではないかと、早速 5kg から 10kg 程度ずつサンプルを送ってもらい、その都度餌の状態を見ては根気よくアドバイスを送り続けました。幾度となくやり取りした末、ようやく使えるような状態を保った餌が到着します。次なる問題は輸送です。遠く韓国から容器に入れて輸送するのですが、容器の底に敷くものが良くないと中が水でびしょびしょになったり、あるいは水が切れてしまったりと、なかなかうまく持ち込むことができなかったといいますが、植木店で使う腐葉土や蛭石など様々な材料を試すことで、こうした問題も解決し、餌の輸送は軌道に乗り始めていきます。いい名前をつけることも大事な要素です。この韓国の餌は一見青いゴカイという感じでしたが、ゴカイでは幾分値打ちも下がります。そこでゴカイより磯目の方が価値観も高まるであろうと考え、竹春氏は青磯目と名付けました。そう、青磯目の名付け親は竹春氏だったのです。苦労を乗り越え、希望と期待を胸に販売をスタート。もっとも当初はさっぱり売れなかったといいます。釣り人というものはこれまで使っていた餌に信頼感を持つ反面、目新しいものには関心を寄せるものの、餌が違うと釣れないのではないかと疑いの念を抱いてしまうものです。ゴカイは何百年も使われてきたため、青磯目が認められるようになるまでに2年はかかったといいます。とはいえ、時代は投げ釣りブーム真っ只中。使い勝手が良く問題なく釣れるということが分かれば、一気に広まるということを確信していた竹春氏は、韓国から届いた餌を目にした時に覚えた自分の勘を信じ、諦めることなく根気よく、そして実績が認められるまで取引先や釣り人に勧め続けました。こうした努力によって青磯目は釣り人たちの間で評判となり、丈夫でよく釣れる餌として認知されるようになっていったのです。次々と新商品が市場を賑わしていました。餌が入らないと釣り竿やリールもメーカーも商売できないことになります。投げ釣り用品の市場でそれを支えたのが青磯目であり、投げ釣りが盛んになったきっかけは青磯目が出回るようになったことも挙げられます。韓国から中国へ。その後、韓国でも開発が進むにつれて徐々に海岸が埋め立てられ、取れる虫餌の量が少なくなっていきます。その一方、釣りが盛んになったことで韓国の国内消費は増えていきます。そのため、青磯目の価格が高騰し、供給量は急激に減ってしまいました。そこで竹春氏は、韓国に近い国であれば青磯目が生息しているはずだと考え、中国に目を向けます。各地を視察して青磯目の生息を確認し、時には自ら長靴を履いて干潟に入り、餌がちぎれない掘り方を実地指導までしていたといいます。時代が平成に入ると、韓国の景気は向上し始めます。生活が豊かになるにつれて、堀子さんたちは転職し、人手が足りなくなっていきました。餌の輸入が自由化されたこともあり、輸入先の中心を中国へとシフトします。スタッフを現地に何度も送り、餌掘りからパッケージ方法までを細かく指導し、輸送するための体制を整えました。これにより品質が向上し、リーズナブルな価格で鮮度の良い青磯目が安定供給されるようになっていったのです。青磯目には国際情勢に左右されていた深い歴史と餌問屋の苦難と努力の道がありました。我々釣り人が廉価で入手しやすい虫餌、青磯目を使って釣りを楽しむことができているのも、いち早く時代を睨み、新しい釣りの世界を演出してきた鬼太郎氏、および竹春氏のたゆまない努力があったからこそと言えます。餌島商店の今。現在の餌島商店は、多毛類、エビ類、カニ類など、あらゆるジャンルの釣り餌を豊富に取り揃える
全国屈指の総合餌問屋として知られています。餌の種類の豊富さと新鮮さで多くの専門業者や釣り人から支持され続けており、ここでしか手に入らない確かな餌を求めて地方からわざわざ足を運ぶ釣り人も少なくありません。餌島商店は現在、関東地方と東北地方を中心に釣り餌を卸しており、年間の流通量は20トンを超えます。取り扱っている餌類は実に100種類以上。サイズや色、魚種別など細かく分類するとその倍近くとなります。うち、生き餌および虫餌といったいわゆる生餌は30種以上です。ザリガニ、マメガニ、イソガニ、本ブドウムシ、クリムシ、養殖ブドウムシの一部商品以外は中国やヨーロッパなどからの輸入物です。虫餌に関して言えば 100% 近くを輸入に頼っています。アオイソメとイワイソメ、ユムシはすべて中国から、アオコガネはヨーロッパから輸入されています。ジャリメについては中国に養殖業者がありますが、餌島商店では四国と種子島で養殖された国産物を扱っています。生餌に関して言えば、最も流通量が多いのはやはりアオイソメで、全体の 70% を占めているといいます。アオイソメは多い時で週 300kg から 400kg ほど出荷。その次がイワイソメで週 50kg から 60kg。さらにその次がジャリメとなり、週 30kg から 40kg 程度。アオイソメが日本に入ってきてから十数年以上経ちますが、どれほど重要な餌なのかがわかると思います。虫餌の今後。中国にはアオイソメの養殖業者が数社あると言われており、日本だけでなくヨーロッパや韓国も中国からアオイソメを輸入しています。年間の輸入量は日本が600トン、ヨーロッパが500トン、韓国200トンで我が国が第1位となっています。しかしながら現在では中国においても開発が進むにつれ、生息地である干潟が埋め立てられてしまったことで、アオイソメは減少の一途をたどっているといいます。そのため中国では数年前からアオイソメの養殖をスタートさせたのですが、そのほとんどが天然物のチムシを取ってきて広大な生けすで畜養させる半養殖。卵からの完全養殖技術はまだまだ発展途上段階であるといいます。また完全養殖は成長スピードが個体差によってまちまちで、サイズが揃わないのが現状だといいます。故に一業者の生産量が年間800トンとされるものの、実際のところは明らかではありません。日本の釣りに未来の道を切り開き、支え続けてきたアオイソメも今や大きな転機に差し掛かっています。これからのことを考えてみれば、アオイソメだけに頼るわけにはいかないと思います。すでに新しい餌の開発を進めていかないと安定供給につながりません。どこにどういう餌があるのか、釣り人にとって使いやすく、価格も安いものを求めていくのか、アオイソメの完全養殖が確立されることを願いつつ、新たな餌の開発にも目を向けていく必要があります。国内で採取されたゴカイ中心から輸入アオイソメ中心へと大きく変化してきた虫餌。今後どんな虫餌が登場し主流となっていくのでしょうか。餌島商店をはじめとした餌問屋の努力や未来への姿勢が今後も我々の釣りを支え続けてくれることを願うばかりです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。